日本語ポッドキャストジャパミミ月見バーガー。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はビギナーレベルのソロポッドキャストです。少し簡単な言葉と文法を使って話します。日本語をたくさん聞いて練習してくださいね。今日のテーマは月見バーガーです。皆さんは月見バーガーを知っていますか？これは日本の特別なハンバーガーなんです。知っている人も知らない人も最後まで聞いてくれたら嬉しいです。月見バーガーは日本のマクドナルドやケンタッキー、ロッテリアなどで買えるハンバーガーです。月見バーガーの中には卵が入っています。卵が黄色くて丸くて月のように見えます。だから月見バーガーと言います。日本にはお月見という秋の文化があります。満月の日にきれいな月を見てお団子を食べてすすきという草を飾ります。これは月や自然へのありがとうの気持ちです。日本のマクドナルドの人が初めて卵のハンバーガーを作ったとき、このお月見の文化から月見バーガーという名前を作ったそうです。これは秋の特別なメニューなので、春と夏、そして冬に月見バーガーを買うことができません。だいたい毎年9月と10月に買えると思います。このメニューは日本でとっても人気で、ほとんど毎日テレビや SNS で広告を見るし、特に週末になるとたくさんの人が買いに行っています。そして私も先日夫と一緒に買いに行ってきました。しかもマクドナルド、ケンタッキー、ロッテリア3種類の月見バーガーを買って食べ比べてみました。一度にたくさんのハンバーガー屋さんに行くのは初めてのことだったので、すごく楽しいお買い物でした。また、私の夫のこだわりの食べ方で、この写真のように月見バーガーを半分に切ってフライパンで少し焼くともっと美味しくなるんです。もちろんそのまま食べてもとっても美味しいですよ。まず、マクドナルドの月見バーガーを食べてみました。パティがジューシーで、すき焼きのソースがかかっていて、とっても美味しかったです。ベーコンとチェダーチーズも入っていて、すごくジャンキーでしたが、また食べたいと思いました。次に、ケンタッキーの月見バーガーを食べてみました。ケンタッキーなので、牛肉のパティではなく、チキンフィレが入っていました。チキンがサクサクで、
卵やマヨネーズソースとのコンビネーションが最高でした。でも、チキンが結構ボリューミーだったので、お腹がいっぱいになりました。お腹がいっぱいになったけど、ロッテリアの月見バーガーも食べてみました。チーズも卵もトロトロで美味しかったです。他のお店よりパンがふわふわで食べやすかったです。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。全部美味しかったけど、私はロッテリアの月見バーガーが一番好きだったなぁと思います。10月、もう一度買いに行きたいです。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日は日本の特別なハンバーガーを紹介しました。このメニューは日本人にとって秋の楽しみの一つです。皆さんも日本の秋にぜひ食べてみてください。日本のお月見を少し感じることができると思います。ちなみに春になるとお花見という文化がありますね。これは桜を見ながらご飯を食べたりお酒を飲んだりする文化です。残念ながらお花見バーガーというメニューはあまり聞いたことがありませんが、春にスターバックスコーヒーに行くと桜ラテというメニューがあるし、春にマクドナルドに行くとてりたまバーガーという照り焼きソースと卵のバーガーがありますよ。日本には季節の特別なメニューがたくさんあるので、ぜひいろいろなファストフード店に行ってみてね。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。今日は食べ過ぎたので、ジョギングに行ってきます。皆さんも食べ過ぎには注意してね。